こんにちは、あです。今回は旧仕様の415系を整備していきます。ちらつき対策室内灯の組み込みと先頭車のカプラー交換を行います。室内灯のちらつき対策ありとなしの差がわかる走行動画も用意していますので、ぜひ最後までご視聴ください。では、軽く車両を見ていきましょう。製品は2001年リリースですね。先頭車のクハ411の正面の造形は古い製品ながらいい出来ですね。屋根はベンチレーターが一体成形のため現行品に大きく劣ります。屋根が別パーツなら交換も可能だったかもしれません。あとはアンテナと信号円管が別パーツで取り付けとなっています。続いて中間に位置する先頭車を見てみます。スカートが台車マウントの首振り仕様です。旧製品定番ですね。ここのスカート固定化とボディマウントカプラー化が必要です。改造に使用するのはクモハ165全面用カプラーセットです。中間連結用のクハ411を分解します。旧製品ですが、ボディと床板で分かれる現行仕様の構造です。中間連結前提なのでライトユニットがありません。ビス止めされている台車を外していきます。外した台車からスカートを取り外します。手元をうまく映せていませんが、引っ掛けている爪を外す作業です。次に取り付けるカプラーセットを用意します。取り付ける位置を確認します。当然、そのまま取り付けはできません。まずはカプラーセット側の取り付け用の爪をカットします。カットした箇所をヤスリで整えていきます。ここからスカートや床板と干渉する箇所との調整が始まります。考えていた以上に干渉が大きく、カットとヤスリ掛けに苦戦。スカート側もカプラーに干渉する箇所のカット、ヤスリ掛けが必要。現行品の415系を参考にスカートの調整も進めていきます。スカートの加工完了。左側が加工前、右側が加工後です。ジャンパ線下側の突起がカプラーと干渉するためカットしました。台車に引っ掛ける爪やアーム部分も不要なのでカットしヤスリ掛け。加工したスカートは床板に接着剤で取り付けました。余計な部分をカットしたカプラーも接着剤で直接取り付けます。アーノルドカプラーを外した台車を元へ戻します。台車のカプラーポケットがスカートに干渉するため、台車は反対向きに取り付けます。中間クハ411のスカート固定化、カプラー交換完了です。現行品のクハ411との連結を確認しておきます。次はちらつき対策を施した室内灯を組み込んでいきます。切り出した銅板を終電シューとして活用していきます。車端部外側へ少し曲げておいてバネを効かせるようにしています。照明ユニット取り付け箇所に室内灯を組み込んでいきます。組み込んだら通電と点灯テストを行います。ボディを戻してもう一度連結状態の確認と点灯テストを行います。室内灯のちらつき対策もしっかりと効いていますね。加工を終えたクハ411を見てみましょう。現行品のクハ411と比較しています。
別パーツのジャンパ線の差はやむを得ないものと、造形の素晴らしさは旧製品でも見劣りしません。残りの車両にも同様の整備を行い、レイアウトへ入線させました。国鉄色の4両が今回整備した旧製品です。九州色の4両が現行品仕様となります。現行品はかなり前にテープ LED を組み込んでいます。今回導入したちらつき対策のある室内灯との比較をしてみましょう。性能は同じテープ LED ですが、車内パーツ色違いの差が感じられます。ちらつき対策がない九州色側は通電が安定せず暗くなっていきました。しかし、ここまで明るさに違いが出るものなのか。とりあえず走行時の照明の性能差を見ていきましょう。前から3両目は車両自体に通電不良が起きていますね。九州色にテープ LED を組み込んだ時と今回の整備の時とそもそも自らの技術の差も出ているような感じですね。ちらつき対策の有無の差がはっきり出ていますね。今回は旧製品の国鉄色415系を現行品415系と連結可能にカプラー交換、スカート固定化をメインに行いました。ついでにちらつき対策を施した室内灯を組み込み、対策なしの室内灯との比較も行ってみました。模型に関する動画を投稿していますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。